ねえ古墳さん、最近日本史の勉強をしてるのよ。お、関心だな。どのあたりの時代だ？平安時代の東北地方よ。アテルイって知ってる？もちろんだぜ。坂の上の田村麻呂と戦った、蝦夷の英雄だな。ドラマや小説でも人気だ。そうそう。でもね、疑問に思ったことがあるの。その蝦夷の人たちって一体何人だったの？何人というのは？つまり、私たちと同じ大和民族だったのか、それとも、アイヌ民族のような大和民族とは別の人たちなのか。なるほど、そこに来たか。実はそれ、日本古代史における最大級のミステリー、だぜ。やっぱり、教科書だと曖昧なのよね。蝦夷イコールアイヌ民族説、と蝦夷イコール大和民族説、があって、長年、学術の世界を二分する大論争が続いているんだ。へえ、まだ決着がついていないのね。特に彼らがどの言語を話していたか、については、真っ向から対立する二つの有力な説がある。言葉が違うの？日本語じゃないの？有力なのは先アイヌ語を話していたという説だ。でも最近、実は日本語だった、という新説が出て、議論が再燃しているんだ。アテルイが日本語を話してたかもって？ああ。もしそうなら、歴史のイメージが激変するぜ。すごく気になるわ。詳しく教えて。よし。じゃあ今日は古代東北の言語と民族。アイヌ語はいつまで東北で話されていたのか。この謎について、最新の考古学から解説していくぜ。お願いします。まずは基本のおさらいだ。蝦夷とは何か。古代、関東や東北に住み大和朝廷に従わなかった、人々の総称だ。特に平安時代は北東北が舞台だ。岩手県の伊沢とかが本拠地よね。そうだ。8世紀末、アテルイ率いる蝦夷軍は、朝廷軍を相手に粘り強く戦った。彼らが戦場で叫んでた言葉は日本語？アイヌ語？まずは、名前の由来から掘り下げてみようか。名前？蝦夷という漢字のこと？そうだ。蝦夷、音読みするとどうなる？貝。貝かしら？正解だ。実はこれが重要なキーワードなんだ。アイヌ民族を研究している小島京子氏によると、アイヌの人々は自分たちをアイヌと呼ぶだろう？人間って意味よね。実は古い形ではカイヌだった説がある。さらに、カラフトやアムール川の周辺の民族は、アイヌのことをクイやカイと呼んだ。へえ、貝って呼び名が昔からあったの？ああ。現時代の中国の記録にもクイとある。つまり、カイは彼らの自称に近い音なんだ。なるほど、音を漢字で当てたのね。でも、なんでエビなんだ？確かに、他の字でもいいじゃない。これについて相沢修太郎氏が面白い研究をしている。実はこの漢字表記、日本じゃなく中国で作られた。中国？日本人がつけたんじゃないの？659年の遣唐使の記録にヒントがあるんだ。日本から蝦夷を連れて唐の皇帝に合わせたんだ。わざわざ連れて行ったの？俺たちはこんな異民族も従えてるぞ、という自慢だな。その時、皇帝は蝦夷を見て、髭が長くて珍しい、と驚いた。中国では伝統的に長い髭イコールエビの象徴だ。お正月の伊勢海老みたいな？そう。長寿や老人の象徴として長い髭のエビが連想される。そこで、貝という音にエビの字を当てたんだ。髭の長い東の野蛮人、だから、蝦夷なのね。そういうことだ。これが定着して日本でも使われた。だが、この、貝という事象の痕跡は重要だぜ。アイヌ語とのつながりを強く示唆しているからな。名前からしてアイヌっぽいってことね。では、ここから、言語の革新に迫ろう。通説である、蝦夷イコールアイヌ語俗説、だ。工藤正樹氏、瀬川拓郎氏、種石雄氏などが支持している。たくさんの学者が支持しているのね。彼らの主張はシンプルだ。東北北部は北海道と同じ。弥生時代以降、北海道では俗縄文文化が栄えた。お米を作らないで狩猟採集を続けたのよね。そうだ。実は東北北部もこの文化圏に含まれていた。津軽海峡を挟んで、同じ文化圏だったんだ。海を越えて交流があったのね。共通文化圏と呼ぶ学者もいるぜ。同じ文化なら、言葉も同じはずだと考えるわけだ。北海道のアイヌ語の祖先が東北でも話されていた。なるほど、自然な流れね。この説には、実はものすごく強力な証拠がある。証拠？文字がない時代なのにわかるの？文字はなくても、地名は残るんだぜ。東北地方、特に北部にアイヌ語地名が密集してる。東北に？例えばどんなの？有名なのは、ない、と、別、がつく地名だ。アイヌ語でないは、沢、別は、川、を意味する。北海道の稚内とか登別ね。そうだ。実は青森、岩手、秋田にもそれが大量にある。
山田秀蔵という研究者がこれを徹底的に調査したんだ。彼は実際に現地を歩き、地形と地名が一致することを証明した。地形と一致？どういうこと？例えば、泥の川、という意味のアイヌ語地名なら、実際に行ってみると、本当に泥っぽい川があるんだ。すごい、偶然じゃありえないわね。そう。つまり、かつてそこにはアイヌ語を話す人が住んでいた。しかも、かなり高い密度でな。それが、蝦夷、だったってこと？その可能性が高い。これが証拠の一つ目だ。そして二つ目の証拠が、またぎ言葉、だ。またぎって、東北の山で狩猟をする人たちよね？ああ。彼らは山の中だけで使う特殊な隠語を持っている。その言葉の中に、アイヌ語そっくりの単語がある。例えば、またぎは水を、輪っか、という。アイヌ語でも水は輪っかよね？全く同じだ。犬を、セタ、や、セッタ、という。アイヌ語も、セタ、だは、完全に一致してる。他にも、三べ、心臓、など、共通語彙が多い。板橋義蔵氏の研究では数十語以上の共通語がある。これは、古い時代のアイヌ語が山間部に残ったと考えられる。平地は日本語になっても、山の人たちが守ったのね。さらに三つ目の証拠は、歴史書の記述、だ。食日本儀、などに興味深い記録がある。朝廷軍が蝦夷と話すときに、訳語、おさ、を使った。訳語って、通訳のこと？そうだ。もし蝦夷が日本語を話していたなら、わざわざ通訳なんて必要ないはずだろ？確かに、言葉が通じないから通訳がいるのよね。さらに、日本後期には蝦夷が、囲語、を話すとある。囲語、つまり異民族の言葉、だ。これは明らかに日本語とは違う言葉の存在を示す。だから工藤氏や種石氏は、蝦夷はアイヌ語系、と主張する。もう確定でいいんじゃないの？と、長年思われていたんだが、ここに、待った、をかけた衝撃の新説が登場したんだ。松本竹林による蝦夷イコール和人移住者説、だ。和人？つまり日本語を話していたってこと？そうだ。7世紀以降の蝦夷の主力は日本語話者だという。全然違うじゃない。でも、地名とか通訳とかどう説明するのよ？松本氏は、地名の存在自体は否定していない。ただ、いつ、言葉が入れ替わったかが重要だという。彼の主張の根拠は徹底的な考古学、だ。遺跡から出土するものの変化に注目したんだぜ。人間は言語共同体を作るというのが彼の持論だ。同じ言葉を話す集団は、同じような生活道具を使う。逆に、使う道具や家の形がガラッと変われば、住んでいる人が入れ替わった可能性がある？その通り。松本氏は東北北部の遺跡を調べ上げた。すると、奇妙な空白の期間が見つかった。空白の期間？どういうこと？ 5 世紀後半から6世紀にかけて、東北北部の遺跡が激減する。土器のかけらすらほとんど見つからないレベルだ。人がいなくなっちゃったの？松本氏は、ほぼ無人の地になったと分析している。それまで住んでいたアイヌ語系の集団は去ったんだ。じゃあ、その後の蝦夷は誰なのよ？ 7世紀になると突然、遺跡が急増するんだ。まるで爆発するように集落が現れる。しかも、その新しい集落はそれまでの文化と全然違う。かまど付き縦穴住居、そして馬の飼育、だ。かまどに馬？それって、そう、当時の西日本古墳文化の特徴だ。当時、北海道の俗縄文文化には馬を飼う習慣はなかった。馬の飼育は、南から来た人々の文化なんだ。つまり、馬を連れた人たちが南からやってきた？そうだ。7世紀に南から大規模な移民があったんだ。彼らは日本語、日本語を話す農耕、牧畜民だった。松本氏は、これを言語帰還の瞬間だと見る。アイヌ語から日本語へ言葉が塗り替わったのね。松本説によれば、アテルイの時代にはすでに日本語化していた。じゃあアテルイは日本語を話していたの？そういうことになるな。東北弁の祖先かもしれない。でも、朝廷と戦争してたのよね？言葉は同じでも、政治的に従わない集団だった。それを中央政府が、蝦夷遺族、と呼んだだけだ。筋は通ってるけど何かモヤモヤするわ。そうだな。ここからが通説側からの強烈な反論だ。種石雄氏や瀬川拓郎氏は松本説を厳しく批判している。やっぱり、黙ってないわよね。まず、空白の6世紀、なんて嘘だと言うんだ。6世紀にも、北大式土器、という土器が出土している。北大式？北海道大学？まあ、そういうことだ。俗縄文文化の土器だぜ。これが東北北部から見つかっている。つまり、アイヌ語系の人々はいなくなってなんかいない。無人じゃなかったのね。松本説と真っ向対立だわ。松本氏は遺跡が少ない、というが、見つかってるんだ。しかも、八木光則氏によると7世紀の文化変化は、
移民、ではなく在地の人々が新文化を受け入れただけだ。どういうこと？現代人がスマホを使い始めても日本人であることは変わらない。それと同じで、道具が変わっても人や言葉が変わったとは限らない。確かに。便利なものは誰だって使うわよね。馬だって、交易のために飼い始めた可能性がある。そして決定打はやっぱり、通訳、の記録だ。9世紀になっても、囲碁、の記録がある。もし7世紀に日本語化したなら、矛盾するだろ？確かに。200年も経って通訳が必要なのは変ね。松本氏は通訳はもっと北の人用だ、と反論するが、歴史書には陸奥の恵美氏の言葉と書かれている。種石氏は、松本説の言語共同体の使い方も批判している。物が同じなら言葉も同じ、というのは単純すぎると。文化は混ざるけど言葉は簡単には変わらないものね。そうだ。北海道のアイヌ民族も和人の道具をたくさん使っていた。でも言葉はアイヌ語を守り続けたじゃないか。そう考えると、やっぱり松本説はちょっと無理があるかも。さて、これまでの議論を整理して結論を出そう。5世紀までは、確実に先アイヌ語の世界だった。その後、7世紀以降に南から和人の影響が強まったのは事実だ。平野部や拠点には和人も入植しただろう。だが、それですぐに全員が日本語になったわけではない。山間部や多くの集落ではアイヌ語が色濃く残った。それがまたぎ言葉として化石のように残ったのね。瀬川氏は、7世紀以降にバイリンガル化が進んだと見る。和人との交渉では日本語、仲間内ではアイヌ語、囲語。そう考えるのが一番矛盾がないな。完全に日本語化したのは中世以降、もっと後の時代だ。松本説は変化を強調しすぎて、持続を軽視している。アイヌ語の響きは、東北の地名の中に今も生きている。文化や言葉は、そう簡単に消えたりしないものね。縄文の文化が長く残り、北からの文化も入ってくる。和人かアイヌかという単純な二項対立ではなく、その境界で混ざり合いながら生きた人々がいたんだ。彼らの生きた証が地名や言葉に残っている。アテルイたちが何を話していたのか、想像が膨らむわね。そうだな。それを読み解くのが歴史のロマンだぜ。また東北に行ってみたくなったわ。ぜひ現地で、風の中に古代の言葉を感じてくれ。というわけで、今回の解説はここまでだ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が少しでも良いと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。皆さんのコメントもお待ちしています。それでは、また次の動画でお会いしましょう。